ルーフボックスに荷物乗っけるときは気をつけろよ。いつも気をつけてるって。いやいつも気をつけてても積む荷物の距離を見誤るとこうなっちまうぞ。率直にどなたかこの傷の直し方教えてください。お願いしますわ。いやあ、皆さんこんにちは、七草です。ちょっとだけ久しぶりです。今日の動画は皆さんに相談があります。このアウトランダー PHEV の後ろ側、気になるところがあるんですよ。気になるようになってしまったというのが正しいですね。一見何の変哲もないように見えますが、よく見ると気になってしょうがない、とても小さなところなんですが、どこかというとここです。ここ小さく黒くなってますよね。これなんですよ。これ汚れじゃないんです。近寄ってみるとちょうどここの角に当たる部分の一部がね、傷ついて塗装が剥がれてしまっています。見えますかね。これ完全にね、何かを当ててしまって塗装が剥がれるほどの傷がついてしまいました。こう触ってみてもボコボコしているんで、磨いて消える傷ではないんですよね。やってしまった。ちょうどこの部分ってテールゲートを閉めても隠れる部分ではないので、小さいんですが目立つんですよ。気づかなければ気づかないままだったと思うんですが、気づいてしまったら気になってしょうがない。横から見るとこんな感じですね。ちょうどこの角、引っ掛けやすい場所か。そこで有識者の皆さん、このような傷のいい消し方ありませんかっていう相談をしたくて動画撮りました。できればね、このパーツを取り外して板金塗装をするとかではなくて、一部だけ簡単に手軽にできるようなやり方が望ましいです。最悪目立たなくなれば OK っていう感じです。タッチペンとかも考えたんですが、ちょっとねやったことがないので、余計目立つようになったら嫌だなっていうことで止まってます。で、ここが傷ついてしまった原因なんですが、多分これだろうなっていう予想はついていて、ラゲッジルームに載せていた荷物を下ろす時、結構ね複数人乗ってラゲッジルームを荷物パンパンで出かけることがあるんですが、結構ね硬くて重い荷物とかはある程度後ろにスライドして引きずって下ろしたりしてて、油断した時に傷つけてしまったのかなと思っています。ただこんだけ当てたんだったらその時に気づくと思うんですが、その記憶が全くないんですよね。ある日後ろに回ったら傷がついていることに気づいたっていう感じです。荷物の積み下ろしの時にここが傷つくというのは想定していなかったので、今思うとね、オプションでここをカバーするものがあるんで、それつけておけばよかったなーって思ったりしています。メッキとマットブラックがあるんで、ここ意外に重要でした。これは実際に使ってみて分かったことですね。あとね、このマットはすでに多めに覆ってくれてますが、この下のこの樹脂のところ、これも普通のラゲッジマットだったらむき出しになっていると思うので、ここを守るプレートもオプションであります。こういうのですね。この辺のオプションは七草つけておりません。ここの樹脂のところも重たいものを引きずったりすると傷ついたら結構目立つと思うんで、ここまで覆えるマットでない場合はつけた方がいいオプションだと思いました。通常のマットはここまでしかないものが多いので、この樹脂の部分はむき出しになります。七草はこのようなマットなので、ここの樹脂の部分は守ることができましたが、ここはやっちまったという結果です。で、実はここだけじゃなくてこっちまで見てみると、ここにもですね同じような小さい傷があります。やっぱりこういう角は下ろす時にぶつけちゃうんだろうな。ここも黒い小さいところが剥がれちゃってるんですよ。その上にも線のようなへこみ傷がありますよね。荷物を下ろす時、ここね結構段差があるんで、引きずられてしまうとすぐに傷ついちゃいますからね。特にこっち側のこれぐらいの傷のサイズですと、リアゲートを閉めてもこの通り隠すことができないんだよな。何かこの傷のいい直し方があれば教えてください。こっちは小さいんですけどね。でも剥がれてます。はい、一つ目はここの後ろの部分の傷についてのご相談でした。なんかいい方法あるかな。次です。もう一箇所がまた後ろなんですが、ちょっと上の部分です。花粉でだいぶ汚れてるなっていうのは置いといて、ここの部分です。見えますか？ここのスポイラーの部分です。もうちょっと寄ってみます。ここです。リアスポイラーの縁の部分ですね。ちょっと角度変えてみます。ここだと見えやすいですかね。はい、ここの塗装してある部分の縁を擦ってしまったんですよ。しかもこの下の樹脂の部分ではなくて、塗装してあるところの縁、これは完全にやってしまいましたね。なぞってみてもボコボコが分かりますし、爪が思いっきり引っかかります。塗装してある部分だから目立つんだよな。はい、2つ目はこれ。なんかここの傷を直すためにいい方法ありませんかっていうご相談です。はい、ではリアスポイラーのここの傷がなんでついてしまったかの説明をします。
七草はアウトドアやウィンタースポーツをやるため、車の上にルーフボックスを積んでいます。こういうものです。ルーフボックスは荷室を拡張できるのでめちゃくちゃ便利なんです。ある日、七草は複数人でスノーボードに行きました。そして滑り終えて帰る支度をしている時、このようにリアゲートを開けて着替えたり荷物の出し入れをしたりしていました。一人で行っているわけではないので、リアゲートを開けて荷物の出し入れをしつつ、その傍らルーフボックスにスノーボードを積むためにリアゲートを上げた状態でルーフボックスも開けました。はい、これが原因でした。こうするとね、後ろでは荷物の出し入れや着替えができたりしつつ、スノーボードの板も上に乗せることができます。ここのルーフボックスのプラスチックの傷は結構ね、スノーボードって上に持ち上げると重たくて、バインディングとかつけてるとね、この部分の縁はスノーボードを一旦置いてスライドとかするので、この部分はね、傷ついてしょうがないと思ってるんですよ。なんせ蓋を閉めれば全く見えないんでね、外観は全く気になりません。はい、今の状況は後ろでは人が着替えたり荷物を入れたりしていると同時に、そのうちの一人からスノーボードを受け取って、ちょうど七草はこの目線の位置です。この状態からスノーボードを受け取ってルーフボックスに積んだわけなんですが、リアゲートも開いているので、この状態だとルーフボックスとリアゲートの間がめちゃくちゃ距離が近いんですよ。どれくらい近いかといったらこれぐらいです。ただリアゲートが当たらないギリギリの位置で設置しているので、設置の位置的には正しいんです。なおかつ今までもこの状況で後ろでは着替えや荷物の出し入れをしつつ、ルーフボックスにスノーボードを積んでいました。だいたいスノーボードはこのようなものを上に積んでいく形になるんですが、いつも通りであれば別にリアゲートを上げた状態でもちゃんと受け取ってちゃんと乗せれば問題なくね、上に乗せることができるんですよ。乗せるときはいつもこの後席のドアを開けてルーフレールを手すりにして一段登ります。しっかりと仲間からスノーボードを受け取ってルーフボックスに乗せるわけなんです。しっかりとちゃんと乗せればこの状態でも全く問題はないんですが、事故当日はこのようにやってしまいました。駐車場は水はけの関係からか若干斜めになっている状況です。そのため七草が仲間からスノーボードを受け取るときは、右手ではルーフレールかルーフボックスに捕まりながら左手でスノーボードを受け取りました。だがしかしその日は仲間からスノーボードを受け取った体勢というか位置が悪くて、なんかこの時は受け取る方も渡す方も片手でやることになってしまって、受け取った時にちゃんと体勢を整えなかった七草が悪いんですが、この時にだいぶ後ろの方にスノーボードがはみ出していまして、この状態からルーフボックスの中にしまおうとした時にスノーボードのエッジでスポイラーを削ってしまいました。やっちまった。スポイラーのこの部分と向こう側のこのスノーボードのエッジが擦れてしまったという感じです。スノーボードのエッジは金属ですので、そりゃ干渉してスライドしたら削れるわなという感じで、ここの部分を傷つけてしまいました。なのでスノーボードをやる方でルーフボックスを使っている方、こういうことが起きる可能性がありますので、参考までにお伝えしておきます。なのでスノーボードを乗せるときは必ずリアゲートを閉めた状態で積むようにした方がいいです。そうすれば後ろにどんなにはみ出しても当たるものがないので、このようなことは起きません。複数人で行く場合はやはり荷物の出し入れなどその人数分あるので、リアゲートは開けた状態でルーフボックスも開けるということは多いと思うんですが、スノーボードは全員分乗せてからリアゲートを開けるか、逆に着替え終わって荷物も全部積み終わってからスノーボードを乗せるとかにした方がいいと思います。このような傷になっちゃうんでね、この傷直すのになんかいい方法ありませんか？よかったら教えてください。がっつりエッジで削ってしまっています。最悪スポイラー交換とかかな。あとこっちの傷もね、何か直すいい方法ありましたら教えてください。ということでこのチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがこんな感じの出来事の動画や車で使える便利なアイテムを自由気ままにレビューしたりしていますので、よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。本当に傷の直し方どなたか教えてください。それじゃあ今日はこの辺で See you again!